ドッグランツ形で作り上げました。公園のようなワンちゃんのための敷地っていうか、こんだけ空いちゃうんで、デザイン性も兼ねた形で、そういう空間の中のドッグランツ、これで雑草も一緒に緑のグラウンドになると、あんまり小道具を何やつよりも一つだけ大きなパーゴラ、おはようございます。金井隆一です。今日は、一応山梨の方に来ておりまして、今日で一応現場が終わるということで、お庭紹介ということで今日は見ていただきます。どんなお庭だったんですか？結構広いんですよ。土の状態があまり良くなくて、で一応ですね、お客様のご希望でドッグランという形でなりましたですけど、ある程度ドッグランツというだけというよりも、見た目美観的にもちょっとデザイン性も兼ねた形で、休憩施設とかそういう空間の中のドッグランツ形で作り上げました。だから通常ドッグランといえばワンちゃんのためっつったら結構ねラフに、山砂か、そういう形でグラウンドをする間なんですけど、今回は一応下地として全部一応芝生を張らさせていただきました。これはあくまで、芝生の庭庭っつうことじゃなくて、埃とか結構面積が広いんで、あとぬかってしまうという、そういうので一応土の抑えとして芝生張って、あとはもう雑草が生えても絶えず刈っていくという形の、一応仕上げでやってます。よろしくお願いします。どうぞこちら。今回はですね、ちょっと敷地やはり広くてですね、ここになるまではもう結構の木が植わって、周りに植わって、それを全部撤去した上にこういう形で、作り変えたといういきさつがあるんで、ご主人の方はこの風景が気に入ったっつうことでここにお住まいなんで、借景っつうんですか、この街並みの風景を従事したいということで、パーゴラと、ちょっとテラス風なものを一箇所作るという、あまり造形的なものは作んないんですけども、あと中は奥様とご主人で自分たちでドッグランを作ったりしてやってきたんですけども、全体的にワンちゃんを離したいという感じで。で、あと入り口の化粧、今の状態でやはり車で平板引いてあるんですけども、割れてきちゃってんで、新しい素材でここの乗り降りは打っていこうかなと思っております。それで両サイドにこのような石積みのものがあるんで、これを生かしてこれを強調したいなと思いまして、ちょっとポイントをつけたいと、両脇に。一応今花壇になったんですけども、花壇として作ったんじゃないですかね。これ両脇に門の
あれとしてありますから。ずっと教会は変数になってるんですけども、ワンちゃんをドッグランとして活用したいんで、ちょっとフェンスの間が空いておりますから、フェンスを移設する形です。やはりこんだけ空いちゃうんで。まあここから教会からN路舗装、ずっとフェンス沿いにやっていきます。はい、外回りは全部こう回るような形で、全部当然この小さなドッグランの脇も人が歩ける、いろいろぬかったり雪降ったりなんなんで、人が歩ける、ある程度車も乗れるぐらいのものでずっとやっていきたいと思ってます。こういう冬草が生えて非常にいいんですけども、基本的にはグラウンドは芝生を張る形で、自然とこの雑草のこの背の低いぐらいのやつはもう一緒になっても、ただ自分たちで刈りたいですで、今は結構こう草で分かんないんですけど、起伏がちょっとですから、機械入れるのにもやっぱしガタついて、できるだけグラウンドは平らに、それを一緒にやっていくということです。はい、でただしそれだけじゃなくてパーゴラを設けます。沿路から人がここに募って動線もアプローチも作っていく予定です。大きな構想はそういう感じです。はい、全体的に、公園のようなワンちゃんのための敷地通過で、それをこの風景の中でこう楽しむ。であとどうしても全部敷地の境界は農家の方で迷惑かかんない構造、草が出たり、そういうこともメンテナンス関係においてもご迷惑がかかんないような作り方を要望されておりましたから、そういうすっきりした構成という形になりました。はい。
まず最初に、ドッグランというよりもここの入り口においては生活においてちょっと出入りがしやすいようにで、当初は採石だけでなってたんですけども、どうしても出入りの時に採石も引っ張ってきちゃうんで、手前だけ一応こういうレンガ素材で一応引き詰めました。今まで和の庭とかああいうのにも使った素材のやつです。はい。でサイドはただ単なる植物が植わってただけなんで、アクセントっていう形にして、お客様の方が結構バラがこうやってこれから好きで結構植えておるので、バラのアーチという形で、あとは天板を枕木で押さえて一応トレリス、囲った形の一応こういう入り口としてのシンボルという感じで一応デザインさせていただきました。で一応最初にあったフェンスは一応境界すれすれにつけてワンちゃんが出ないように据え直しました。既存のやつをそのまんま移行した形で、結構の勾配が一番向こうまでの勾配が1メーターぐらいあるんで、それで大体こうやったんですけども、1メーターぐらいあってこんだけの距離だったらこの天場で平行に行ってもそれほどおかしくない。でこれは新規に新しくここで塞ぐという形で車が入れるように、ここは一応アコーデオンにこれもワンちゃんが出ないように今こうやってワンちゃん用手にはなってるんですけど、じゃあそういったものを選んだ。そうですね。はい。であそこをちょっと片開き門拍子1個つけました。出入りがここから絶えずできるように1個設けてあります。それで一応1500ピッチぐらいかな、1メーター50幅で全部境界道路フェンス関係ではレンガの柄をしながら一応で、やはり雑草対策でご迷惑かけちゃう。なぜかというと周りが果樹園と水田なんで、お客様の方でできるだけ雑草が道路の方に出ないっていうご考えだったんで、あと株物なんかも点在してあったんですけど、一応株物集めて寄せ植え、管理しやすいで、芝刈りとか機械なんかも走りやすいんで、点在で植えるよりはこういう寄せ植えっていう形にしちゃってます。ねぎった土とか全部外に出さないっていう最初から考え方で、ここで全部収めた形で全部このようななだらかな勾配。もうちょっと建物際の方は勾配がきつかったんですけども、こちらの方の土のねぎった土とかそういうのを全部ここで使った形で処理しましたから、であとはもうこれで雑草も一緒にもう生えた状態で刈っていくと、最終的にはもう雑草と芝生が一体になった形の緑のグラウンドになるという感じで。でお客様の方がドッグ
ランプラス、公園通一つのイメージでこんだけ広いんで、そんなような感じのデザインにしてほしいということがあったんで、あんまり小動物を何やつよりも一つだけ一応大きなパーゴラで、この位置もお客様のあそこから見える位置、メインから見える位置とで富士山、今ちょっと雲隠れちゃってますけど、八百山が見える空間のところに欲しいということで、このような感じ。ちょっとやはり水やり何々で大変なんで、一箇所農業用水の立ち上がりがあって、それが使えるんで、そこから一応プリンクラーこんなホースをいろいろと朝をご主人が位置を変えて、結構回して、だから雑草の成長が早くて中心になります。今はテーブルとかなんか置いてないですけど、そのうち陽気が良くなったらで、一応円形サークルこの5つは入れました。で真ん中に一応植栽ということで白樺で、ちょっとここに植わってた銅弾をちょっと根元に寄せ集めました。で一応ですね、この石も掘削してほとんど出てきたやつを一応柱の根元で巻いて使ってます。でちょっとサークルだけじゃちょっとアクセントが足んなかったんで、乱張りのちょっと花びらのような感じで真ん中センター穴開けて開いてます。で端が変えられるようになってるんですけど、一応これはもう前の勾配っていうのはこの階段、どうしてもここだけは階段をしないと土をうまく処理できなかったんで、一応ここだけ一応階段で、これはお客さんのところにあった枕木をちょっと活用した形で作ってます。でこれも一応新しく取り付けました。こんな感じかな。ワンちゃんのためにということ、他の用途的にもこの空間ですから使えて、こんだけ芝生引いてからゴルフの練習もできますし、結構いろんな形においては遊べると思いますけど、で今回はこれで庭紹介を終わりたいと思っております。ありがとうございました。またご期待くださいませ。ジエンド